一番好きなのは何ですか？お味噌汁。いつも給食美味しいですか？美味しい。保育も本物で行きたい。給食の方も本物で。食べるっていうのは大人も子供もとても楽しみにしますね。いいものを食べて、やっぱり大きくなっていけるんですね。バイバイ。こうやって一生懸命出し取ったり食材こだわったりいろいろしてて、大人になってからもなんかどこかで思い出してくれたらいいなっていうのはすごく思っていて。おはようございます。なかなか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。すいません。あ、もう材料来たんですか？はい、今来ました。あ、本当です今日か。は味をお料理にします。大人用と、でこれはもう012が食べるサイズごとに細かく切られてますよね。やっぱり生だからの方が美味しいもんね。なるべく美味しいと思ってってやりやってこっち手かかるけど骨に糸とかあるわけだよね。はいはいはい。でも切るだけだよね。それからもうおろして骨抜いて切らないかあと今日肉屋さんが来ます。もう朝はまずはもう子供のお茶作りからですね。麦茶を沸かしては飲める温度に冷やしての繰り返しですね。ははい。160人ぐらいが一日飲むので。あ、はい。160人。ですね。0歳からですからね。なるほど。バイバイしとこう。でちょっと癒されて仕事に戻るという。今日って何を作られる感じですか？朝のメニューですか？はい。お昼が五穀ご飯とアジの香味焼きと小松菜納豆とかきたま汁です。でおやつが牛乳は毎日なんですけど、シュティンゲルっていうお菓子がつくようになります。量的にはどれぐらい作られるんですか6種とかそのぐらいで、お昼だったら食飲食があるのでプラス40ぐらい。じゃあ200名ぐらい。そうですね。その弱前後弱ぐらいですね。作ってます。バラです。そうです。それとあと離乳食。そうですね。そうですそうです。放射温度計っていうんですかね。はい。で品温を確認するっていう品質が悪いものが来ると調理しても出せないので。確かに。はい。そこをやっぱ大量調理一番衛生面ですね。こんな感じです。で結構ここのあばらのところに血合いとかが残ってたりするので、一回洗う。あ、今から洗うんですね。ちょっと下洗い、出汁が濁るんで。かからない。はい。今日はお昼が五穀ご飯、アジの香味焼き、小松菜納豆、かきたま汁、卵が入るので除去になります。卵を外して除去してお汁を作ります。お願いします。毎日朝種を担当する人が今日のメニューと除去、アレルギー除去の子たちの名前を読み上げて、で献立でそれが入っていたら除去して代わりにこれになりますっていうのをみんなで確認するようにしています。はるくんがポーズ取るよとはるくん今ね絡んじゃって何してるんだろうって思ってるんやろ。
長いんですか？ここに青葉保育園に来てからは6年、7年目ぐらいです。なんかうちの子もずっと保育園に育って、ここではないんですけど、だったので、そのおかげか何でも食べます。なんか小さい頃からこうみんなと一緒に食べてる経験が良かったのかなとので、その役に立てればと思って今はやってます。こちらのお米は何を使われてるんですか？今日の光の新米を入れてもらってます。ですか？新米。ちなみに今日何合ぐらい？2升5合。ですね。25合。3升ぐらい。野菜はどこ産とかあるんですか？県産福岡とか九州とか、できれば地場産っていうのは業者さんにお願いはしてるんですけど。毎回こうすぐ洗うんですか？あ、そうですね。下処理が終わったらきれいにして、泥がついてたりするのできれいに洗ってリセットしてっていう。離乳食で。離乳食は0歳児から何歳児までだ？タンポポさんにいるメンバーは準備食から普通食まで、タンポポ組で。タンポポ組で。はい、離乳食の味付けって中期はだいたい大人の4分の1、後期食に上がったらだいたい大人の2分の1、味見しながら、サイズが違くて、ちっちゃいのが1、2歳、こっちのちょっと大きくなるのが3、4、5サイズなんで、でもこれは大人の職員なのでだいぶ大きい。魚だったので、火が通って調理済みと加工前って結構だいぶ汚染度合いが違うので、加熱してしまえば消毒というか殺菌してみたり、そこで汚染と非汚染が。なるほど。はい。美味しそう。これ誰の？これ離乳食だよ。離乳食？ゼロ歳まであげるの？違うよ。今日公開保育でここに入園とかしようかなって考えてるお母さんたち来られるので、青葉保育園の離乳食はこんな感じですって。まだ初期食に入る前に、こう重湯とスープの上澄みなんですけど、食べれたら上がっていく。保育士さんが上げて OK ってこう考えたら、どんどんこう
保護者の方とも連携してどんどん上げていく。はいはいはい。実際見てもらって食べたかったら食べてもらってレシピは渡すようにしてます。もうずっと離乳食担当なん1週間交代でしてるんですけど、今週は私で仕事にしたいなとか思ってたりしたんですか？そうですね、栄養士なりたいと思って、栄養士の短大に行ったので、はいはいはい。保育園がいいなって思ってたので、子供いるから可愛いから癒されるかな。できた？職員用です。職員食も出してるので、職員がここで食事するので、そのために保温ジャーに入れてます。子供と同じものを食べて美味しかったねとか美味しいねとか言えるように、同じものを食べるようにしてます。結構長いんですか？私ですか？私はもう定年して今パートで働いてますけど、30ちょっとなります。すごい。やり方方法とかは特別変わってないんですけど、子どもさんたちはちょっと食に対して前の方がなんかしっかり遊んで食べてみたいな、おかわりみたいな感じだったですけど、今はちょっともういつでも何でも食べられるよっていう時代ですから、がっついて食べる子っていうのは少なくなったかな。そうなんですね。でもだんだんこう園に慣れて、この秋以降になったら、美味しかったよっておかわりくださいっていう声が結構聞こえてくることが多いので、それはすごく作ってるものに対して嬉しいです。嬉しいですよね。昔からなんか変わらないこだわりみたいなのあるんですか？既製品を絶対使わないわけじゃないんですけど、ほとんど手作りでおやつとかも提供してます。その時の条件によって今日はもう果物と市販のっていうかお菓子にしようねっていう時もあるんですけど、ほとんど手作りで提供しています。鶏ガラでスープを取って、人参、玉ねぎ、えのきが入ってます。あとこれに卵が入りますね。もう一人の先生、2人がかりでしないとですね。あれなんで。先生、味にお願いします。あとわかめですね。ここで一回味が整ったので、除去の卵が食べれない子ですね。なるほど。アレルギー用にとってわかめは後入れなので、これがちなみにこれがえのきが入ってない完了期の子がいるので、その子用ので、これまた卵を溶かないといけないので、また別仕様に。
子様一人一人にこう対応するのが大変ですね。そうですね。卵食べれない子がいるから、成長に伴って、解消っていうか食べれるようになるっていう子が多いですね。小麦とかやっぱ強いカニとかはやっぱり体自体が受け付けないっていう。アナフィラキシーとかがあるからですね。ちょっと気をつけとかないと。何度がとかあるんですか？中心温度で肉とか魚は75度以上とかなんですけど、これで一度限りしたらできます。なるほど、わかりました。はい。もう子供が通るんですよ、0歳児さんが。背が可愛くて。可愛くて。癒されます。癒されます。にっこりしてくれたり、やっぱりこっちを気にしてくれてると、お腹空いてるのかなとか、もう手振っただけで可愛いですもんね。手振ったよとか。全部名前書いてたと思うんですけど、一緒だとしても名前書くんですか？書きます。こう全部ちゃんと全員分作れたかどうかの確認にもなる。お汁に卵が入るので、卵除去で卵に入ってないお汁が入ります。お願いします。卵の除去なので卵なしのスープです。あと除去ないので大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。人参食べる？はい。人参さん、美味しいね。もぐもぐ。でもなんか子供が見てるものをちゃんと目で追ってなんかその食材とか言葉にしたりなんか食事が楽しめるようにはしてます。わかめと食べるいらない。口に入らないんじゃない？そんなほらほらほら。ね。美味しいね、まりちゃん。ね。20分間で食べれるように子供の集中力がだいたい20分なのでそれより長くならないようにでももうパクパク食べれるので早いですね。早いですね。めちゃ食べれる？美味しい？美味しいつむちゃん。めっちゃお腹すいた。母さんのみっちゃんお腹すいた。ね、見て。エプロン。エプロン？エプロンをするとね、この白い服が汚れにくいから。みんな普段着てるの、当番地。そう、これね。すごい。あった、みたいな。野菜が入ってるのとか、こんなのと食べたこともないよね。外にする。はい、どうぞ。おいしい。みやちゃんだけ映ってる。嫌だよ。はい。
今日の中で一番好きなのは何ですか？美味しいですか？お食事する上で、どういうところに気をつけてらっしゃるっていうか。自分で配膳するそうので、ですね。一応自分の好きな食べ物、どのくらい食べれるかとか、そういうのを把握して自分で告げれるように。なるほど。声はかけてますね。なるほど。この魚死んでるのって言って、さっき「あ、そうだよ、でもそれを食べてるよ」っていう話したりとか、見たことがちょっとずつつながってきて、命をいただいてるっていうことに、少しずつ年齢を重ねるにつれて、ちょっと感じて食べてるのかなっては思いますけど。いつも給食美味しいですか？はい。美味しい。美味しい。これはその11月11日のあれ、大きな日にちなんで、国旗らしいものを。国旗状の長いですよね。そうなんです。だいたいこれ何本ぐらい？ 250ぐらいですね。ちょっとぐらい。ベースダウンしますね。評判が良かった料理、なんでしょうね。なんだろうな。ハンバーグ、カレーみんな早いですね、食べ終わる。へえ。ご飯もたくさん炊かないといけないし、一人するぐらい食べます。そうなんだ。頑張りました。はい。重たいのにね、よく頑張ったじゃん。はい、じゃあ帰ろう。画面じいてる。そんなことが映るんで。皆さんこうやっていつも集まられて食べていらっしゃるんですか？です。はい。どうですか今日のおやつ？なんか今までこのしちゃっただけじゃない。マフィンとかね。でもこれも美味しいです。チンスコーとかも美味しい。なんか最初は美味しくないと思ったけど、食べよったら美味しいって子供たちが食べたことないものとか食べさせるってすごいですよね。なんか周りの声に引っ張られがちなんですよ、子供って。いやーっていう子がいたら、こうそのノリみたいな、場のノリみたいな。取材に来られてたら美味しいとか言ってみんな美味しいって言う、お食べれるみたいな。残食がなかったです。今日はよく食べてましたとか、撮影効果が食べれたみたいな。全然違う雰囲気ありますね。思い出になるんですかね。良くも悪くもですね。保育園では多分こうやって一生懸命出し取ったり食材こだわったりいろいろしてて、大人になるにつれていろいろこう生活も乱れたりいろいろあると思うんですけど、なんかどこかで思い出してくれたらいいなっていうのはすごく思ってて、なんか
とした瞬間とかに大人になってからもなんか帰ってこれる味がになるといいなっていうのは思ってます。まずは本当に一人一人を大切にする保育っていうことですね。それに46年前から創立当初から、本物に出会うっていうのがうちの本当のスタンスですね。自分の子供を育てるように同じぐらいの子供たちをね、やっぱりゼロから見たい、成長を見てみたいっていうのが私の願いでしたので、だから保育も本物でいきたい、それから給食の方も本物で冷凍食品を使っていませんので全部手作りです。食べるっていうのは人間としてね、大人も子供もとても楽しみにしますね。いい食材でいい子作り手で、そしていいものを食べてやっぱり大きくなっていけるんですと思っています。ちゃんとした材料で丁寧に心を込めて、だからおやつもほとんどが手作りです。最初の頃はあんまり食べなかったんですよ。手作りっていうのはね、なんか違うっていう感じで食べなかったんです。今は反対にその手作りが美味しいって言ってくれるんですけどね、作ってる給食の人も喜んでると思います。